こんにちは、とわログです。今日は久しぶりにデスクツアーやっていきたいと思います。今日デスクを見せてもらうのはフォントデザイナーの坂野さんのデスク周りを見せていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと今回はね、フォントデザイナーということで、とわログではまだ登場したことがないジャンルの人のデスク周りなんでめちゃくちゃ楽しみです。実はね、坂野さんのフォントを昔使わせてもらってたことがあって、なんかサムネをね、ライカっぽい文字にしたことがあったんですね。でそのフォントを作られていたのが実は坂野さんっていう、今でもPC 買い替えるたびにPC にダウンロードして使わせてもらってます。はい、っていうところでちょっと簡単にフォントデザイナーって何なのかっていうのと、あと本業として普通に別の UI デザインとかもやられていたりするので、その辺の自己紹介的なところをお願いします。株式会社スケブというところで、スケブというサービスの UI デザインを主にやってますね。フォントデザイナーとしてはもともとフリーフォントを作るっていうところがスタートしてて、半分ほとんど趣味みたいな感じで今までやってきてますね。今回そのデスクの話をしてもらいつつ、あとフォントもね実際に作っているので、そのフォントをどういう風に作ってるのとか、どういうところがなんかこだわりポイントなのみたいなところもお聞きしつつ、デスクツアー開始していきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速デスク周りを紹介してもらいたいんですけど、これ作業部屋自体は自宅ですよね？そうですね、自宅の片隅を使って基本的にはリモートワークで、普段の仕事も、趣味とかも全部ここでってことですか？そうですね、全部一緒くたにここでやってますね。デスク周りは、この辺の棚とか含め全体的にグレーとホワイトで統一していて、ここがトバログ的にはめちゃうわこれはいいみたいな感じなんですけどもともとその白いガジェットが全体的に好きなんで、そこからコントラストが上がりすぎないようにっていうことで白い、あるいはライトグレーぐらいの色味で揃えたいなっていうのがあって、黒いガジェットっていうのがなんかどこにでもあるんで逆に避けたいというか。まずデスクはこれトバログも愛用してるんですけど、プレダクツのポーラーっていうカラーのデスクを使っている感じですね。スタンディングデスクのバージョンしか僕は使ってないんですけど、この鉄脚のもめちゃくちゃシンプルに見えるし、見た目以上に結構頑丈そうな。ちなみになぜこのデスクを選んだ？もともと安藤さんがやられてたデスクスッキリマガジンかな、ノートでやってた、参加させてもらいつつ、その安藤さんがプレダクツデスクをリリースされたんで、使ってみたいなと思ってて。デスクの上について後からちょっとね聞いていくんですけど、やっぱりデスクの下が結構特徴的だと思います。おお、配線全然ないっすね。ガジェット自体もだいぶ少なくなったというか、減らしてるというか、あんまり物を置かなくなっちゃったんで、普段使ってるマシンは MacBook Pro で、これはここのトレイに入れて、でサンダーボルトケーブルと、あとウェブカメラ用につないでるカメラの USB ケーブルをこうやってつないで。これいいな。 MacBook これできるのめちゃくちゃいいっすね。そうですね、昔のあれなんだっけな、あれはサンダーボルトディスプレイか。電源用のケーブルとディスプレイ用のケーブル2本必要だったんですけど、最近もうそれ必要なくなっちゃって、電源とディスプレイ出力用のケーブルが1本で、そのケーブルがこのディスプレイにつながっていて、配線の下を見るとモールとかで固定しているって感じですね。そうですね、この、ケーブルは、ロケットストアさんの、ケーブルスリーブを使ってて、でなんとなくそれだけだとさすがに色味が寂しかったんで、社外品というか、別でマジックテープだけ新しくオレンジ色のやつを買って差し色にしてます、ね。普段全く見えないんでデスクの下に潜らないと見えないんですけど、完全な自己満足ですねこれ。なんか引き出し薄くて足にぶつかりにくそうでいいですね。そうですね、これどこにつけようかすごい迷ったんですけど、どこにつけても案外大丈夫だなっていうのは引き出しの中にはなんか普段よく使うものを入れてますね。ワイヤレスミーティング用にワイヤレスイヤホンとか、あとはシャーペンとか、ちょいちょい使う USB ケーブルとか、あとは SD カードリーダーぐらいですかね。物がやっぱ少ないです。そうですね。奥につけてるのは、昔買ったケーブルボックスをそのまま逆さにして穴開けて無理やりくっつけてるっていうじゃあちょっとデスク周りの話で、さっきここに MacBook Pro があって、それがつながって、ここに
ディスプレイがあるって感じですね。ディスプレイは何のやつですか？ファーウェイ？これはファーウェイの、メイトビュー、白というかシルバーのディスプレイっていうのをずっと探してたんですけど、ちょうど1年前ぐらいにそのファーウェイがこのディスプレイリリースしてこれだっていうので買いましたね。いいですよね。これ画面も大きくて発色いいし、でなんかマットな質感だし、そうですね。それを選んだ理由みたいなのってありますか？まず色味がその MacBook というか Apple 製品と相性がいいっていうのと、暗くないというかシルバーモデルっていうのが結構16対9じゃなくて3対2だったはずなので、割と縦方向のスペースに余裕があるのが気に入ってますね。確かにそれいいですね。Apple 製品だと結構なんか XD なんとかディスプレイとかもあるじゃないですか。はい、Apple のディスプレイ割と高いというか、ちょっと買うにはその勇気がいるなっていう値段だったりするんで、もうちょっとお手軽な10万切ってるようなこのモニターがちょうど良かったなっていうのがありますね。角度変えれたり、あとは高さも変えれたりしますね。いいですね。割といろいろドックみたいな感じになっていて、そこにつなぐともう充電もできるっていう感じですよね。ここ USB-A しかないので Type-C 使ってるとあんまり使えないっていうのがちょっとちなみに前はiMac とか使ってたと思うんですけど、はい、iMac 使ってた時は、確かに画面がでかいのは良かったんですけど、動かせないっていうのは地味にちょっと、マウスは Surface ですよね。Surface、マイクロソフトなんちゃらマウスだったと思うんですけど名前を正確に覚えてない。キーボードは Apple ワイヤレス。そうですね、タッチ ID 付きのやつ。メカニカルキーボードのタッチ感があんまり自分は好きじゃなくて、もっとペライというかレザー式っぽい感じの方が好きなんで、ずっとこっち使ってますね。でタッチ ID が使えるのが地味に便利なんで Apple のジュースで使ってるいいですね。結構なんか周辺機器完全に揃えるとかじゃなくて、それぞれなんか良さそうなものを集めてって感じだと思うんですけど。そうですね、マジックマウスがあんまり手に合わなかったというか、あんまり使いやすいと思わなかったっていうのと、あと白いの探してたらちょうどいい、外見にそのロゴとかがどかとデカと載ってないっていうのがあって、このマイクロソフトのマウス使ってますね、今のところ。デザインやっぱいいんだよな、サーフェス系の。そうですね、何年か前から結構マイクロソフトのデザイン、ハードウェアデザインってすごい良くなってるなっていう印象で、それこそサーフェスのデザインチームが周辺機器とかやるようになって、今回からWindows 11も同じチームがデザインしてるらしいんで、デザイン的に良くなっていくのかなみたいな。ありがとうございます。ちょっとホーム画面の話から、フォントデザインする時ってどういうツールを使うんですか？基本的にグリフスっていうソフトを使ってますね。いられとかじゃなくて専用のソフトがあるんですね。そうですね、使い方自体はいられに近いんですけどそうですね、これはもう完全にフォントというか文字を作ることに特化しているような、いられよりはその作りやすいというか効率化しやすいっていう感じですね。ここで使ってるパーツとここで使ってるパーツっていうのは基本的に一緒なんですよね。なるほど。これをグイッと曲げていくとこういうふうに、そういうやり方がっていうふうにこのパーツで共有してるんで、1箇所変えて全部変えれるっていう、書体というかフォント制作に特化してるんで、こういうところで便利なところですね。面白いですね。それは何のフォントを作ってるやつですか？これは多分今年のいつだったかな、3月4月頃に公開したメレテっていうフォントのデータですね。車のデロリアンのリメイク EV 化みたいなプロジェクトでちょっと使われている書体があって、それが面白いなって思って自分でちょっと真似してみるっていう、こういうフォントって昔から作ってたんですけど、どうもしっくりこないなって思ってボツにしてるのが結構あって、で何回か作り直してるうちの一番新しいのがこれっていう感じ。やっぱ1個ずつ作るんですね。そうですね。なんか話とかだと幾何学に寄りすぎるとあれだから、なんか自然な要素も取り入れて違和感をなくしてるみたいなのを見て、そういうのやってんだ。そうですね、単純な丸よりはもうちょっとカクンとするというか、もう手でだいたいこう気持ちいいというか、自然に直線と曲線直線っていう風につながっていくようなのをイメージして作ってますね。確かに内側と外側でなんか形違いますかね。普通の1000円と合わせると結構張り出してるというか、確かに角を丸くしていくっていう感じなので、上下左右は割とシンメトリーというか、科学的にやっちゃうと結構直線と曲線のつながり方が雑というか、カクンって見えちゃうんですよね、そのつながってるところが。それを避けるためにこういうふうにあえて。その書体自体はなんかどういう
ころからなんかラフみたいなのを作って。フォントデザインの作り方って結構人によると思うんですけど、自分はその思いついたら割とそのままこのグリフスっていうソフト上でもまず試しちゃいますね。何文字か作ってみて、その軽く文章というか単語を組んでみていけるなって思ったら、その他の文字もどんどん作っていって、でアルファベットが一通り揃ったら並べてみたりとか、実際に軽く文章を組んでみたりして、その違和感のあるところを直していったりとか調整したりっていうのをやってますね。他のデザイナーはどうやってるのかなっていうのは正直自分もあんまり知らないんですけど、まず手で書いてみてから改めて、イラストレーターなりなんなりで取り込んでみてアウトライン化してっていうことをやる人もいますし、そのフォントを1個作る、1個っていうか人書体作るのにどのぐらい時間かかりますか？今出してるこのメレテっていうフォントは多分これ1週間ぐらいで作った気がします、早い。文字数っていうのがそんなに多くなくて、多分これはアルファベット一通りと数字と、あとなんかよく使うであろう記号だけっていうので特化してる。これは確かもともとヘルベチカを意識して作ったフォントですね。なんで割と似てるというか参考にしてるところは結構あるんで、これは380文字って出てるな。これは多分半年まではいかないけど 4,5 ヶ月ぐらいはかかったような気がするね。すげえ。これが太いのと細いのがあって、自分の傾向としてその何週間何ヶ月かけて頑張った、これでもうちょっとはいけるぞって思ったし、本当は鳴かず飛ばずなんですけど、1週間ぐらいでこれいいんじゃねって思って作ってポンって出したら案外みんな注目してくれるっていうのがインスピレーションを受けたり参考にするものとかの要素とかってどういうふうになんか捉えるのかなっていうのは気になりますね。なんか要素としてこの細いところがすごいいいなとか、なんかこの曲線の角度が美しいなみたいな、そういうところなんですかね。特定の文字のここが好きっていうよりは、その組んで文章になってたり単語になってたりっていうのを見て、その雰囲気がなんとなくいいっていうところがまずスタートになるのかな。でその後なんでこういう雰囲気になってるんだろうっていうのを個別の文字を見てって、ここが他とは違うんだっていうところを細かく見ていくっていう感じで見てますね。すごいね。やっぱ要素を分解していって作っていくわけですね。5.6 はどういう感じですか？どこまでオリジナリティを出そうというか、ちょっと油断すると一瞬でライカのフォントそのものになっちゃうんですよね。っていうところからいかにそこから離れつつオリジナリティを出しつつ、なんか没個性にならないようにっていうところは結構気にしてたかなと思ってた。PS5 はデスク横に置いてるんですね。そうですね。多分そのうちプレダクツさんからその下にマウントするやつが出るんだろうなと期待しつつ、今のところ他に置き場所がないのでここに置いてるんですよね。昔のデスクの時はプレステ4を両面テープで無理やりデスクの裏にくっつけてたんですけど見ましたPS5 でさすがにそれをする勇気がなくて、っていうかくっつけられないねこの形なんでしょうがないので、もうど正直になんか机の上にドンって置いて、なんかデスクトップ PC の本体みたいになっちゃってなんかデザイン的にはかなりまとまってる感じがありますねこのデスク周りと結果的になんか揃ったんでまあいいかなっていうゲームとかもこのディスプレイでやるんですか？そうですね。このディスプレイで選んだもう一つの理由は、その HDMI も使えるんで、その一つにまとめられるっていうのが大きかったですね。ちなみに今何のゲームをやってるかとか。最近ずっとグランツーリスモの7が今年の3月ぐらいに出て、それずっと遊んでますね。予選タイムじゃないんですけど、そのトップが今一周何秒で走ってるのって見えるんですよね。自分はそこから3秒ぐらい落ちてるんで、勝てないすごいですね。3秒なんです。ここにヘッドホンが見えて気になってるんですけど、これは、マスター&ダイナミックの MH40 のワイヤレスタイプのヘッドホンだったかな、確か。差し色のオレンジがめっちゃ可愛い。そうなんですよね。鮮やかな色ってそのピンポイントで使いたいなっていうのはずっとあったんで、ちょうどこれくらいがいいなっていうのがあって、これも多分マスター&ダイナミックって基本的に黒かブラウンとシルバーみたいな組み合わせのが多分ほとんどだと思うんですけど、たまたまなんかで見つけたのがこのシルバーというかグレーで統一されてるモデルだったんで、思わず買っちゃいましたね。これはいいですね。その白に差し色にオレンジ入れるのとかって、結構やっぱ気持ちがいいというか、ですね、赤だとその強すぎるかなっていうのがあって、ちょうどいいのがオレンジだなっていうのが個人的な。結
構ミッドセンチュリー系の家電デザインとかを見てるとやっぱ白とかに差し色でそういう色を入れるのがありますね。多くて、僕もそこにエコーショーの画面をオレンジにしてたんですけど、はい、ちょっと物理のものを僕も導入して、あ、ランプですよ。ランプを導入してっていう、はい、別に AirPods があるからいらないんだけどなんか欲しいなっていうただこれ AirPods と違ってそのポケットから出した時にこうなってるかこうなってるかでイヤホンの出し方が変わるんで、あれどっちにつけるんだっけっていうのはちょっと悩みましたね。あとゴミが入りやすい。あー確かに。いやエアブロワーとかでバッバッバッって吹いちゃえば大体飛んでいくんで、それで綺麗にはできますね。富士フイルムなんですね。そうですね。T4 ですね。T5 出ちゃったんですけど、なんか逆にあれちっちゃくて自分の手に合わないなと思って、一番多分シリーズで一番大きいのが T4 になるんでよくこれ使ってますね。で普段はそのミーティング用にウェブカメラとしてこんな風に固定して使ってて、で休日になったら外して出かける。アームで固定してるんですね、デスクに。そうですね。これスモールリングかなんかのポールで。レンズは何ですか？シグマ。これシグマの今年出た 30mm かなのやつですね。コンテンポラリーシリーズ。はい、ようやくシグマのレンズが使える。確かに2017年ぐらいだから何年前に78年ぐらい。結構長い。その前はパナソニックの GX シリーズかな、リミックスシリーズ使ってたんですけど、T シリーズの場合は全部このダイヤルでだいたいいじれるんで、っていうところが結構個人的には気に入ってますね。直感的に全部操作できるんですね。そうですね。これはラオワの、多分超広角レンズになって何ミリだったかな。多分換算で18ミリぐらいのレンズで、その山で使おうかなっていうか、山でその止まった時に星空を撮りたいなと思って買ったレンズですね。で一回も撮れてないんですけど、今年のモデルは全部多分夜曇ってたというか雨降ってたような気がするこれはもともとレンズキットで買った時の1680だから換算24の100ちょいぐらいのレンズですね。ちょっと重いんですけど、まあ山に持っていく分にはちょうどいいというか、なんか使い勝手がいいというか、だいたいこれ1本でどうにかなるみたいな感じで。ここが望遠ですか？これが望遠ですね。望遠で撮るの結構好きなんで、これは70の300なんで、すごい500ぐらいですか？500はいかないか、450ぐらいが 1.5 倍だから、だから大体結構いろんなもの撮れますね。これも結構気に入ってるレンズですね。500ミリ級なのにそのサイズで収まるのやっぱ APS-C 強いところですね。やっぱ望遠がやり楽っていう。でその手前がなんか普段はそこに鎮座してるんです。最近このウェブカメラとしてほとんど使ってるんであんま使わなくなっちゃったんですけど、昔はこういうふうに家に交換するときはこうやって置いてましたね。これピークデザインのあれですよね。ストラップですね。ストラップで銀座の直営ショップで売ってた真っ黒なタイプのやつ。なんかありましたね。その横はそれ三脚ですか？これ三脚ではなくてこのクリーナーというかペン式のクリーナーブラシのやつですね。なんてメーカーだっけ？置いてるやついいですね。これ IKEA のやつですね。引っ越した時にちょっとどういうのにしようかなって悩んだ挙句に探してて、IKEA のでいいなっていうので選びましたね。で2個横にくっつけて、このチェストとこのデスクの並びであるのいいですね。充電ステーションがここにあるって感じですね。で横のアンカーの120ワットのやつですかな。ですが PS5 のコントローラーだけ充電できないっていう。まあこれが仕事用の MacBook Pro。仕事用がまた別である。あと iPad mini かはもう普段のただのおもちゃというか、なんか動画見たりしたり。これはマグセーフは Apple 純正のやつで、なんかどこに置こうか迷ったら結局ここにしたっていうゴミ箱は無印のこの色が全体的に統一されてるのがめちゃくちゃいいですね。モノクロというか。これはなんかもともと前の部屋で持ってたやつそのまま持ってきてただけなんですけど、結果的にあったなっていう。ぴったりと。椅子はやっぱハマミラのセールチェアですね。前から欲しいなって思いつつずっと買ってなかったんですけど、いやっていう感じで。いつ買ったっけ？8月ぐらいだったかな。セールチェアにした理由みたいなのってあります？見た目とか。見た目と値段のバランスでギリギリアーロンチェアも欲しかったんですけど、ちょっとごつすぎるなっていうのはあったんで、あとはミラチェアとかミラ2チェアとかあったんですけど、バランスいいのはこの辺かなっていうところで選びましたね。かなり統一感がすごいありますね。長時間これに座って作業すると思うんですけど、疲れにくさとかは1個前に使ってた椅子がなんかあんまり合ってなくて腰が痛かったんですけど、それが一気になくなりましたね。なんか
かすごく特別いいっていうなんかここがいいっていうのはないんですけど、全体的にレベルが高いというか、使ってて違和感がないなっていうのは大事かなと思って、でもタイプ1っていうやつとかちょっと気になりますね。どういう感じで本を選んでます？でもやっぱ全体的にタイポグラフィーとかデザイン系ですかね。UI だからコードを変えるデザイン。そんなに真面目に読んでないとか、これはそうか、自分でデザインしたやつだった。写真は自分で撮ったやつです。そうなんです。あと帯とかも、これは思い入れがある本ですね。グリフスで始めるフォント制作。別に自分がかかってるわけじゃないんですけど、知り合いが書いてるんで、あんまり出ないんですよね、フォントの作り方なんていうのがニッチすぎて。趣味で作るっていうよりかは社内で作るって感じですもんね、どっちかっていうと。そうですね、ノウハウが外に出づらい気がする。そうですね。結構デザインの中でもいろいろな分野がある中で、フォントにこう引き込まれていったなんかきっかけみたいなのとかって。そうですね、やっぱり真似してみたいっていうのが、自分もこの雰囲気を再現したいっていうのが多分最初にあるんだなと思って、でやってみたら案外難しいぞっていうのが結構よくあるんですけど、自分なりの解釈でこれ同じようなことをやってみたいっていうのは一つきっかけで、自分の場合そのフォントでその統一感っていうのを表現できたらなっていうので始めたっていうのが多分最初ですね。面白いな。もともとそうだ、プログラミングに近い方の専門学校に入ってて、でやってるうちにその HTML とか CSS とかそういうビジュアル的にすぐ作ったもののイメージがその場で見れるって方が面白くなってきて、だんだんウェブデザインとかそっちの方に進んだっていう、その頃ずっと Windows 使ってたんですけど、iPod とかがいよいよ注目を浴びてきた時に Mac というか、Apple ですね、使われてる当時ミリアドっていう書体が自分の中で結構衝撃的というか、その一貫して使ってるっていうのがなかなか統一感があって素敵だなっていうので、じゃあ自分もちょっとこれ真似してみようかっていうところがそのフォント作ってみようっていうののスタートですね。ありがとうございます。自分で例えばサムネイル作ったり何かを作るときにまずフォント選びとかからして難しくて、でまた間を調整するカーニングとかがあったりで、結構みんなフォント選ぶの大変じゃないかなとか思っててるんですけど、なんかそこどういう風に使うフォントを選んだりするのかとかって難しいですよね。作る方なんですけど案外使わない方なんですよね。その特に強いてあげるとすれば自社サービスとかであれば自社のロゴに近いフォントを使うとか、そういうところからですかね。あとは先ほども言ったようになんていうかな、一貫して使うっていうのは結構大事かなと思ってます。それはどんなデザインでもいいと思うんですけど、やっぱり場面によって変えちゃうとそのイメージがブレるんで、やっぱそこはなんか一貫同じフォントを使うことで、例えばこの人のコンテンツなんだ、この会社のコンテンツなんだっていうのが伝わりやすくなるかなと思うので、そっちの方が重要かなと思います。トバログは同じフォントをずっと使っているんで、結構なんか正解に近かったそうかもしれない。やっぱり変えたくなっちゃうっていう気持ちもすごくよくわかるんで、やっぱそこをあえて我慢して一貫して使うっていうのが大事かなという気はしてます。ありがとうございます。はい、というわけで今回はフォントデザイナーの坂野さんのデスク周りとかを見せてもらいました。デスクのもの選びとかもそうなんですけど、フォントのそういう話とかもめっちゃ面白かったです。結構フォントって細かいところを詰めていく作業だと思うんですけど、なんかデスク周りとか物選びに関しても細部にこだわった末に全体がすごいよく見えるみたいなのが結構このデスク周りとか物選びからも通ずるところがあって面白かったです。ありがとうございます。というわけで今回はこの動画終わりにしようと思います。坂野さんのフォントを使ってみたい人は概要欄にも載せておくのでぜひチェックしてみてください。で、この動画が気に入っていただけた方はチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トワログでした。